お城に戻らないって。バトさん、バツ丸さんのそばにいたいんじゃないの？ああ、いたいさ。だからこそその立場にふさわしい自分になれるまでもう一度修行の旅をしようと思う。バドバルマ以上にふさわしい人なんていないと思うけど、暫定一番ってことで今まで通りいればいいじゃん。今回の事態は俺の欲深さが招いたことだ。国を良くしてバツ丸様の役に立ちてって、それだけに一生懸命になってりゃよかったのによ。バツ丸様もそこに気づいたから俺をフラガリアにするのをためだったんだろう。バトさん、バツ丸様、どうされましたか？窓から身を乗り出しては危ないですよ。何をなさってるんです？僕の目には君はフラガリアとしての資質を不足なく備えているように見える。君の決断を軽んじる気はないが。何か降ってきたぞ。書類だな。バツ丸様への報告書9999。こちらは報告書314。だいぶ前のですね。うわ、上見たい、上。Oh no！ すごい量だ。あの窓のところにいるのバツ丸さんか？眩しくて見えないけど、これ落としたのもバツ丸さん？う。ああ、そうだ。これは俺が書いてバツ丸様に提出した報告書だからな。グレイト！この全てをか？これこそ紳士の所業だ。やはり君の熱意は唯一無二だ。一方的に押し付けてただけだ。こんなの読めねえよな。お詫びしねえと。バツ丸さん、なんで落としたんだ？バツ丸さん！いい、アルベク。俺が拾って捨てとく。どうしたのアル？これ丸ついてない？え？ほら、ここ隅っこに黒い丸が書いてある。これバトさんが書いたんじゃなくない？確かに書いた記憶はねえが。筆圧筆順ともに報告書の作成者とは異なる人物がこの丸を書いたことを示しているようだ。ってことはバツ丸さんが書いたんじゃないの？いや、偶然ついたもんだろう。なんかのメモとかよ。そうでしょうか。こっちにも丸書いてありますよ。どこだ？ここ丸って書いてあります。これはバツ丸様の字だ。ヘイ！この報告書にも書いてあるぞ。明らかに後から書き込まれた1から100までの数字を線でつなげると丸になる。もしかして全部に書いてあるんじゃない？これはハンコが丸の形に並んでる。こっちはでっかい花丸がついてるぞ。書けないペンで書いたみたいな跡だけだけど。そんな。おう、こちらは炙り出しだな。謎々が書いてあるのも発見しましたよ。答えは丸ですね。これバトさん、もらえてるじゃん、丸。あ手分けして全部拾おう。オッケー。バトさん、俺思うんだけど、バツ丸さんアコレードとかあんま興味ないんじゃないかな。興味なくって忘れてただけなんじゃないかな。そんなことあるか。だってロードとフラガリアが必ずやるもんなんだろ。必ず行いはするが、儀式を執り行う場合もあるし、日常の延長のように行われる場合もあるんだ。すなわちアコレードへの思い入れも人によって様々。君のロードがうっかりしていた可能性は十分にある。バツ丸様ってばほんと愉快な方ですね。バドバルマ、気になるならご本人に聞いてみなさい。ここぞという時に遠慮してしまうのはあなたの困った癖ですよ。おう、
聞いてみる。バドさん、俺もバツ丸さんに会っていい？ペックルさんからお中元を預かってるんだ。もちろんだぜ。チャコもまだお会いしてねえだろ。紹介するから一緒に来いよ。じゃあお邪魔しようかな。おお、お前ら心配かけたな。もう大丈夫だ。ちょっと地面に穴開けちまったのは俺が埋めとくぜ。自分らも一緒にやります。やりましょう。いつもの兄貴だ。しっかりしろよお前ら。これからもバツ丸様のため、国のためにやることは山ほどあるんだからな。お中元も渡せたし、これで旅の目的達成だ。ヘイアルペック、大丈夫か？バツ丸様の部屋を出た途端動かなくなっちゃったからびっくりしたよ。全然体に力が入らなくて。うん、おそらく急激に魔力を使ったせいだな。じきに筋肉痛も始まるだろう。腹減った。へい、お待ち。はいはい、皆様の大好きなラーメンですよ。今日2度目ですけど、何度食べたっていいですよね。ラーメンいただきまーす。他に食べたいものがあれば遠慮なく言ってくれ。今回は本当に世話になった。バツ丸様はもちろん、町も城も部下も無事だったのはお前らのおかげだ。どれだけ感謝しても足りねえ。その通りですね。永遠に感謝しててください。ハンギョン、俺たちも勉強になったよ。フラガリアってなんだっけって改めて考えたし。イエス。アコレードをしていようがいまいが、ロードのために生きたいという思いがあればフラガリアだ。しかし人騒がせなロードであることに変わりはない。本当に興味がなかっただけとはな。俺にも責任がある。バツ丸様に仕えたいとは言ったが、騎士としてってことは伝え忘れてたなんだよ。まあいろいろ突っ込みたいところはあるけど、その辺がバツ丸様らしさなんだろうね。バドさん、楽しみだな、アコレード。ああ、つってもどんなもんなのか見当がついてねえんだけどよ。これから調べねえと。いくらでも協力しよう。僕が調べた過去のアコレードの歴史も喜んで提供する。バドバルマがアコレードをしたらハンギョンの言ってたことが実現するね。円卓の騎士とやらか。覚えていてくださって光栄です。円卓の騎士ってなんだ？説明するのが面倒なので後で皆さんに聞いてください。なんだよ、教えろよ。あのさ、質問いい？バドバルマとハンギョンってどう出会ったの？なんだよ、いきなり。なんか気になって。俺も気になる。おお、元気になったようだな、アルペック。それはこの最高にうまいラーメンのおかげだぜ。ごちそうさま。私とバドバルマの出会いですか？ですね、それはバドバルマがこんなちっちゃくて可愛かった時代に遡るんですけど。やめろやめろやめろ、どうでもいいだろそんな話。いやー、こう言ったらお前は好きに尾ひれつけて喋るよな。そうなるくらいなら俺が話す。よし。聞かせる気なさすぎ。やっぱり私が答えないとダメですね。迷子になっているところを拾ったんですよ。かっこいいお兄さん、僕を一緒に連れてってってお目目をキラキラさせて言ってくれまして。ずいぶん警戒心の薄いことだな。ほら見ろ、早速捏造してるじゃねえか。誰がそんなこと言ったんだよ。あれ違いました？私にはこう聞こえてたんですけど。そもそも迷子じゃねえし、家もねえからうろついてただけだ。 What？ 家を持たずに生きていたのか？なるほど。その自立した暮らしが
君の頼もしさや判断力を養ったのだな。いやそんな大層な話じゃねえけどよ。円卓の騎士ってこんな感じなのかな。6人のフラガリアの騎士が一緒にこの世界を作ったんだろ。それって仲良しってことだろ。こんな風に。は仲良し。誰がどのように。グレート！アルペック、まさしくその通りだと僕も思う。一致団結していなければ世界の基礎を作るなど不可能だったはずだ。さあ俺たちも伝説のレッドブーケってことじゃない。ほらテーブル丸いし。それは成り立たない。伝説とは言い伝えのことであり、どこにも伝播していない時点から伝説を名乗るのは定義に反している。またレッドブーケは赤の大陸に由来する名称であって、我々には赤の要素はどこにもなく。つまりブーケはオッケーってことだね。確かにそうなるな。やったー。じゃあ俺たち何ブーケにする？ラーメン？カボス？マンゴー？黒の大陸にいるんですから黒のブーケなんじゃないですか。アッソン！つまりノワールブーケだな。ノワールブーケ、なんかかっこいい。案外悪くないね。でそれは一体何をする組織なのだ。そして組織である以上は円滑な運営のために長が必要不可欠だと考えるが。ピケロの言う通りだ。僕たちはリーダーを選ぶべきだな。腕相撲大会を開くとか。ペックル王国って腕相撲でリーダー決めるの？皆様お忘れですか。こういう場にふさわしい選出方法があるじゃないですか。ほう。なんだなんだ。それはじゃんけんでーす。いきますよ。最初はってバドバルマ、チャーハン食べてる場合じゃないですよ。おい、聞いてなかった。シーズンのせいからすげえ腹減っちまってよ。いいよ、とりあえず参加してくれれば。行くよ。最初はグーじゃんけんぽん。アメイジング。いやー、こういうことってあるんだな。疑う余地のない結果だ。悪くない。というわけで我らがノワールブーケのリーダーはバドバルマに決定。パチパチパチ。なんてだよ、俺勝ってるじゃねえか。勝ってるからリーダーなんでしょ。聞いてねえぞ。But だがバドバルマ、決め方はどうあれ君がリーダーであることに誰も異議はない。そういう僕も君ならばと思っているよ。俺も思ってる。っていうかバドさんがリーダーやるブーケすげえ楽しみ。というわけだ。一つ結成の挨拶でもしたらどうだリーダー。うわマジかよ。いやここでためらってても拉致が開かねえよな。よしわかった。お前らよく聞け。俺たち6人は今からノワールブーケと名乗る。リーダーバドバルマだ。かっこいい。ノワールブーケは何かをすることが目的じゃねえ。俺たちがノワールブーケでいることが大事なんだ。誰かが困ってたら助ける、笑ってたら一緒に楽しむ。ブーケってのはそういうことだと俺は思う。って勝手に喋っちまってるけどいいのか。すごくいいと思うよ。続けて。あとはそうだな。確かに今は俺たちの伝説なんかね、ずっと先にも伝説になんかなってねえかもしれねえ。でもそれでいいよな。みんな守りたいものがあるだろ。一人じゃ無理な時もあるだろ。そういう時横を見たら仲間がいる。仲間がいればどんな時も大丈夫。それが俺たちノワールブーケってわけだ。めっちゃいい。早くペックルさんに報告してグレート。やはり君はなるべくしてなったリーダーだバドバルマ。よーし、今日は大事な日だからな。念のため天候を取るぞ。車庫から。天候。ポチャッコ王国チャコ
アヒルのペックル王国アルペック。タキシードサム王国タッサム。ハンギョドン王国ハンギョンです。ケロケロケロッピ王国フラガリアの騎士兼王国立研究所所長ピケロだ。ちゃんと天候に参加するんだ。我がロードの名を口にする機会を逃す理由はないからな。そしてバッドバツマル王国バドバルマ。それぞれ自分の国の平和と発展を願うのは当然として、シーズとかいう奴らがなんか不穏な動きをしてやがる。手を取り合って乗り越えていこうぜなあ。おう。賛成。異議なし。はーい。オーライト。やっぱり見事にバラバラだな。いやだがそれが俺らってことだ。そこがいい。ところでコンビニとやらにドーナツを置く件がまだ着地を見ていなかったように思うが。ピケロさん、そういうの忘れませんよね。ああ、そうだったな。残念ながら今コンビニ用ドーナツを作ってはいねえ。だがうちの国の生産力を上げるいいチャンスだ。挑戦させてもらうぜ。ではこちらも喜んでシーズのデータを提供しよう。今回の件のデータも国に戻ったら分析し結果を送る。ついてはバドバルマ、君にヒアリングをしたいのだが。ヒアリング？シーズに取りつかれた者にしか分かり得ない何かがあるはずだ。それを知りたい。なるほど。いいぜ。何でも協力する。じゃあこの国にもゲートを作りましょうか。皆様が簡単に行き来できるようにね。うおー、ハンギョンってそういうの作れる人かなあ。俺の国にも欲しい。作って。考えておきます。ねえ、デザート頼んでいいかな。ああ、もちろん。好きなものを頼んでくれよ。ありがとう。アイス食べる人。はーい。国境が見えてきた。ここでいいよバドさん。見送りありがとう。お城に泊めてくれてサンキュー。お世話になりました。部下の人たちにもよろしく伝えてね。おう、あいつらも久々の客人で楽しそうだったぜ。また来てくれよな。ヒアリングのスケジュールを送っておいた。忘れないうちに今覚えていることをメモしておくように。ああ、わかった。しばらくはアコレードの準備で忙しくなりそうだな。紳士たるもの、いくらでも手を貸そう。必要なら呼んでくれ。サンキュー。心強いぜ。では僕たちは失礼する。なかなか有意義な訪問だったよ。お二人ともお気をつけて。お前は帰らねえのかよ。帰りますよ。バツマル様の後ろに。アルペックさん、チャコさん、旅の無事をお祈りしてます。再戦。おう、またな。自分の国に帰れって。いいじゃないですか。積もる話でもしましょうよ。しょっちゅう話してんだろ。全然積もってねえよ。兄弟弟子も大変だ。どうしたのあれ。いや、みんなと旅すんの楽しかったからさ、ちょっと寂しいなーって。そうだね。シャコも元気でな。俺国に帰ったらペックルさんや村の子たちにシャコたちのこといっぱい話す。うん。アルもまたうちの国に来てよ。それじゃあね。よし、行くか。俺はアルペック。ペックルさんに仕えるフラガリアの騎士だ。渡り鳥のように数々の国を巡り、再び故郷へ舞い戻ろうとしている。旅は俺にたくさんのことを教え、たくさんのものをくれた。中でもとりわけ大事なもの、それは。うわ、チャコ帰ったんじゃなかったの？すぐそこで引き返してきた。なんで？なんか忘れ物？まあ近いかも。よく考えたら俺今回アルの国だけ行ってないんだよね。じゃあ来る？秘密基地と釣り場案内してくれるんなら。する。昼寝に最高のハンモックもめっちゃ水のきれいな川も案内する。決まりだね。早く出発しよう。うん。ペックルさん、今帰るけん待っちょってなー。
ペックル様は真剣ダンスが上手やね。でも毎日一人やとちょっと寂しいわな。早くアルペック様が帰ってきたらいいにな。え、もうすぐ帰ってくるっち？なんでわかるん？おいみんな。アル兄ちゃんや。ほんとや、誰かと一緒やね。ペックル様、早く行ってあげんと。あら？とっくに行ったで。飛ぶような勢いやね。シャコ、どうよ俺の国。まだ遠くてよくわからないけど、空が広いね。夜は星がすっげえぞ。あそこからここまで全部星。ねえある、あれ。あ、ペックルさん。ペックルさん、ただいま。俺友達できたで。